ご紹介します。広井雄一さんです。クラスさんの広井と申します。外から目にビームを打ち込むレンズ越しの映像ってことですよね。そうです。だいぶズレが少ない。これ自分がメインでやったんですけど、ベタッと張り付いてすごい外からは何も見えないんですけど、色がついてる何かが出るようになるみたいな。灰色に見えるけど吸い寄せられる。それを使って視線を誘導しようというので、ウォーリーを探せをやらせたんですよ。こういう感じでどこかのポイントがチカチカチカってなってるんですよ。人間のバグをつきたいんですよ。黒帯チャンネル。皆さんこんにちは、黒帯チャンネルです。本日はご好評いただいております業界話シリーズということで、いつもは丹沢さんが司会を務めているんですけれども、今回は私古町が聞き手となってゲームとも大変関わりの深いヘッドマウントディスプレイの最新事情についてですね、スペシャルなゲストをお招きしてお届けしたいと思います。ご紹介します。クラスターメタバース研究所のシニアリサーチサイエンティスト広井雄一さんです。クラスさんの広井と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか変な感じがしますね、ここで2人でしゃそうですね。結構古い付き合いの友達で、今回は面白い研究をされてるっていうことでね、来ていただいたんですけど、いつもはハンドルネームで古町さんって呼ぶの結構慣れない。そうなんだよね。僕がやんわりで、ひろいさんがエアウっていう名前で活動してるからね。今日もあんまりかしこまりすぎずですね、一応古町ひろいでやっていきますけど、いつものゆるい感じで、やっていこうかと思います。お願いします。早速なんですけれども、ひろいさんが今されてるお仕事とか研究についてちょっと簡単にご紹介いただいてもいいですか？はい。映像をこれまで作ってきたというのがあるんですが、2006年ぐらいからその頃に古町さんと知り合って、かれこれ十何年みたいな感じではあるんですが、それをやってたのが中学生高校生ぐらいの頃で、ずっと映像を作ってたんですが、モニターの枠を超えて映像表現みたいなものを現実とバーチャル世界というか映像の区別がつかないような世界作りたいなみたいな話に興味があって、VR とか AR、特に視覚表現ですね、の研究をやっていて、最終的に HMD の研究をやっているというところです。今、スライドにも書いてあるんですけど、結構いろいろなことをやってまして、リアルな映像を出すための本当にハードウェア、光学系みたいな、レンズとかディスプレイとかを組み合わせて新しい HMD 作りましょうですとか、あとは人間が何を見ているのかみたいなものをちゃんと計測して、例えば視力とか視線とかを計測して、それを使って各人がリアルだと感じているような映像をうまく生成するとか、あとは最後はマジの SF で、今ここに書いてあるんですけど、ボールの未来の軌跡が見えるとか、これもう9年前とかそれぐらいなんですけど、霧がかっているところを明るくしますとか、コントラストを上げますとか、SF みたいな感じで人間の視覚を増強するみたいなことをずっとやっていました。今、プラスタっていうメタバースの会社にいるんですけど、人のデータをもっとうまく使ってやりたいなというのがあって、目を測ったりしても何を感じているかとか、どういう好みがあるかって、それだけではわからないんですよね。もう脳の問題なので、脳とか行動の話なので、今メタバースとかソーシャル VR とか流行ってるかと思うんですけど、そういうのって人の行動データっていうのがたくさん取れるんですね。それを使ってうまく解析することによって、このような風景とかこういうものが好きなんだとかが分かって、それを使って個人の好みに合わせてパーソナライズされた視覚ですとか、体験そのものとかクリエイティビティとかを実現していくみたいなところに興味を持っているという感じです。そういうのは一人一人に脳にこうやって曲をつけたり、電極をつけたりしたり。それってできないじゃないですか。できない。そういう話って結構遠い未来の話だと思うんですけど、人間がどういう行動してるかみたいなのをずっとある程度トラッキングできれば、その人がどういうことが好きかとか、どういうことを感じるかみたいなのってある程度わかるじゃないですか。なるほど。昔だとスマホとかを使ってライフログとか、Apple Watch とかもある種生体情報を取れるみたいな感じなんですけど、だんだん人の生活がバーチャルになっていくと、取れるものが増えてくる。なぜならバーチャル空間って全部センサーにまみれてる空間みたいな感じじゃないですか。世界の中にインタラクティブなものがいっぱいあるからっていうことですか？アバターっていう VR の空間の中での体とかがどういうポーズとかどこ見てるかとかもう全部取れる。言われてみればそうですよね。だからそういうのをうまく使ってやっていけないかっていうのをちょっと興味があるっていうところです、ね。マトリックスとかのもう世界観ですよね。そうすごい行動パターンとかも全部データ化して取ってって研究してっていうことですもんね。今そういうのをやり始めてるんですけど、まだ HMD とかももちろんやっているので、そういうどちらかというと物理によった話を今日はメインにしようかなという感じです。もうすでにだいぶワクワクしてるんですけどもね。ということで今日は広井さんからですね、最新の HMD や研究されている技術などについてお話を伺っていければと思います。よろしくお願いします。
いろいろですね、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、お恥ずかしい話なんですが、僕自身あまり HMD というものにですね、これまで触れてこなくてですね、2016年かな、プレイステーション VR とか、あとオキュラスリフトとか、VR 元年って呼ばれた頃に一般流通した HMD っていうのは触ったことがあるんですけども、最近の HMD っていうのはどういう進化を遂げてきてるんですかね。去年 Apple Vision Pro って出ましたね。Apple が満を持して出してきた HMD で、一気にガッとバズったけれども60万円ぐらいするからだんだんみんな買わなくなっちゃったりあるんですけど最近だと Apple Vision Pro とメタクエストっていうメタ社が作っている HMD ですとか、こういうのは VR の HMD なんですね。つまり被ると一回現実が全て閉じられる。で、バーチャル空間に没入したりとか、あとはここにカメラがついてるので、それを使って現実の景色を撮って、それを見るとシースルーというか、現実を実際見てるように感じるみたいな、そういう VR 系の HMD っていうのがありますと。基本的にはここに映ってるものを見るっていうことですよね。ここにディスプレイがあって、ビデオを通して世界を見てるって感じですね。そういうのがVR の HMD とかビデオシースルーって呼ばれるビデオを使ってシースルーで世界を見るみたいな HMD なんですけど、それともう一個スカウターですね。ガチのスカウターみたいな感じで、そう透明なメガネのところに映像が出てくるみたいな、現実を直接見ながらその上に CG がボンと出てくるみたいな、それが右に書いてある光学シースルー、オプティカルシースルーと呼ばれるものなんですけど、そういうのも徐々に出てきてまして、マイクロソフトのホーロレンズとかマジックリープとか呼ばれるものが出てきたりとか、あとはすごい軽いのだと XReal っていう会社が作ってる Air っていうのがあって、これは上の2つに比べるとどちらかというとパソコンにつなげたりとかスマホとかにつなげたりして見る感じなんですけど、めちゃくちゃ軽いみたいなものも出てきて、第2のモニターみたいな使い方をする人が少しずつ増えてきてる。寝ながら映画見たりとか、いいですね、そういうのも出てきて、だいたいこの2つに分かれてそれぞれ発展してるって感じですね。オキュラスリフトとかプレステ VR とかはどちらかというとビデオシースルー、そうですよね、っていう感じのものは連綿とあるんですけど、少しずつスカウター的なものも出てきたって感じですね。X とかでね、流れてくるんですよ、映像が。でもこれ本当にどこまで CG なんだろうって思いながら見てて。この2種類の HMD がありますと、ひろいさんが主に研究されているのはスカウターの方っていうことですね。オプティカルシースルー。そうですね。両方話ができるので、最近どういうのが出てきたかなっていうのをご紹介できればなと思います。ぜひお願いします。その前に HMD ってめちゃくちゃ難しくて、これマジックリープっていう AR のシースルーのスカウター型の昔のバージョンを分解したやつなんですけど、これ全部ここに入れるんですよ。めちゃくちゃなことやってますよね。めちゃくちゃなエンジニアリングが入ってて、レンズも入ってたり、バッテリーも入ってるし、ディスプレイも入ってるし、カメラもあるしみたいな、これを全部入れて軽くして、しかも視野角ですね、見えてる広さみたいなものをめちゃくちゃ広くするとか、あとは性能を上げるとか、ちっちゃなコンピューターここに積んでるのにどうやって画像のレンダリング性能を上げるんだみたいなのとか。そうですよね。最新機器みたいなものって一回すごいでかい状態からスタートするじゃないですか。パソコンにしろ電話にしろ、そっからスタートするけど、HMD に関しては頭につけるっていう制約がある以上、入れるんだみたいな、絶対に軽くしなきゃいけないじゃないですか。小型化でもしないといけないし、めちゃくちゃ技術が今詰め込まれてる時期なんですよね、きっと。2016年リフトとか出てきた頃から、これをどうやって全部解決すんのっていうのが課題であるっていう感じですね。全体のスケールが決まっている以上、何かの課題を解決すると別の課題にそうするわけですよね。絶対苦しむっていう。そこら辺の話で最近すごくよく出てくるというか、ある程度ブレイクスルーが出てきてるものが一個あって、それがパンケーキなんですよ。パンケーキ光学系っていうのが最近出てきてまして、2、3年前ぐらいから市販のものにメタクエストとか Apple Vision Pro 全部この形式になっていて、最近かなり主流になっているって感じですね。HMD ってレンズが必要なんですね。そうですよね。ちっちゃいディスプレイが目の前に置いてあるのをうまく遠くに飛ばすように見せる必要があって、このスライドだとここにコンベンショナルレンズ、普通のレンズがあるんですけど、たくさん入れると重くなるじゃないですか。そうですね。これが2016年ぐらいの頃の時代だったんですよ。これをどうにかして軽くしながら薄くしながら、よりちゃんと遠くに飛ばせるようにしなきゃいけないっていうのが、ずっと考えられてたんですよね。遠くに飛ばすっ
っていうのは、自分から見えてる映像を、そうです。レンズを通して、ここら辺にあるように見せかけるみたいな。目の前にディスプレイがあるっていう状態を脱却しないといけないわけですね。目の前にディスプレイが、本当は物理的には置いてあるんですけど、それをレンズとかを使って遠くにあるように見せかける。確かに HMD を被ると、実際の大きさよりも遠くに見えるような感じはするんですよね。虫眼鏡とかと一緒で、ここにあるものを拡大したら、拡大してるってことは別の距離にあるってことじゃないですか。確かに。物理的にはここにあるんですけど、見かけ上はこの辺りにあるような感じに見えるってことですよね。その逆バージョンか。近くにあるものを遠くに小さくするっていうことですよね。それをやんなきゃいけないんですけど、レンズ使うとめちゃくちゃでかいって言って、次の次世代ぐらいにフレネルレンズっていうのが出たんですね。これ何かっていうと、レンズって屈折して光を通すんですけど、屈折してるところのこの曲がり具合だけ再現できれば、真ん中のガラスのとこいらんくねってなったんですよ。同じように見えるように形をいじって、この形にしたんですよ。真ん中のところ全部切っちゃって、こういう薄いレンズにしたんですよ。これでちょっと薄くなったんですよね。見た感じ半分以下ぐらいになってそうですね。だけど、これってここに連続してないところが生まれるじゃないですか。そうですね。そうすると、詳しいことは省くんですけど、画像が劣化する。そういうのを解決するために、パンケーキレンズっていうのが出てきて、これ2つのレンズをうまく組み合わせて、光を一旦中で折り返すんですよ。光がこう来たとしたら、ここで一旦反射して、もう1個のレンズのところに行って、またそこの表面でもう1回反射して、目に届くっていう。ピンポン玉みたいにカコンカコンって跳ね返ってくる。できるんですか、そんなこと。偏光っていう光の特性を使ってうまくやるとできるんですよ。小学生の頃、科学未来館みたいなところで偏光板ね、ありますよね。これ回転させると光が通らなくなるみたいな。それをうまく駆使すると、これができるんですよ。2枚レンズが重なっていないとできないんですよ。1個目の下で跳ね返って、2個目の上で跳ね返ってみたいなことをやるんで、だからパンケーキ。重なってるからってことですね。最近このレンズ自体も薄くしましたみたいなのが出てきて、これが今のメタクエスト3とか Apple Vision Pro とかがやってるようなやつです。無理やりピンポン玉みたいに光を折り返すことで、物理的距離も極限まで。やってることしては分かるんだけど、結構パワーで解決してる感じありますね。実際に距離を作るってことですもんね、光の距離を。うまく反射とか屈折とか組み合わせて、こういうのが主流になっているって感じですね。何回も折り返すんで、光の効率が落ちるんですよね。ディスプレイから出てる光100とすると、こっちはフルに光を使えるので、90% とか残るんですけど、何回も折り返すんで、10%、20% ぐらいしか残らない。減衰しちゃうんですね。そうですね。でも、これがなんでできるようになったかっていうと、ディスプレイの輝度が高くなったから。単純にビカビカに光らせることによって、目に届く光を確保すると。レンズ一つとってもこんなに進化してるわけですね、今。ビカビカに光らせることができないと、これは実用はできなかった。けど、ビカビカに光らせることによって今度バッテリーの持ちが波及していくわけですね。技術的な課題が。でも最近これによってかなり劇的に左の時代に比べてだいぶ薄くなったんですよね。これ VR なんで前にディスプレイがあるタイプなんですけど、AR スカウター系だと一番最近出たものすごいのがメタ社がやってるオリオンっていうものになるんですけど、これが今一番ステートオブジアート、つまり一番最近の一番いいやつって感じですね。ただこれまだ製品化されてなくて試作機なんですけど、大きさがこれぐらいになってるって感じです。ちょっと一回り大きいメガネぐらい。そう、一回り大きいメガネぐらいになっていて、でこれにもう全部が詰まってるって状態になりましたって感じです、ね。なんか街でこれかけて歩いてても全然違和感ない。あんまり違和感ないぐらいになりましたよね。もうちょっとデカめのグラサンだなって思うぐらい。これもさっき見たようにいろんな要素をどうやって解決するかみたいなものがあるんですけど、すごい面白いのが一つあって、今までスカウターみたいなやつってガラスを使ってたんですよね。これガラスじゃなくて炭化ケイ素っていう新しい特殊材料を使ってるんですよ。何がすごいかっていうと屈折率がすごい高い。これノットパンケーキって書いてあるんですけど、いわゆるウェーブガイド、ドーハロっていう形式を使ってる。光をうまく透明な板の中を進ませて目に届かせるっていう、このあたりにディスプレイがあって、その光を無理やり目に届かせるように電波させるんですよ。メガネのレンズの中に光がディスプレイがあっ通ってる。そこに映し出してるわけですね。はい。ここから先ちょっとマニアックな話になるんですけど、高校の物理で解説って光の解説やりましたね。すごい細かい筋があると、光がまっすぐ行くだけじゃなくて、斜めに
何本も何本も行くみたいな、はいはい。そういう現象があるんですけど、懐かしいですね。本当にこれ高校物理で、ディスプレイから出た光に、この解説光子って呼ばれるやつに近いやつがあって、ナノ単位で線がいっぱい入ってるんですよ。光子が入っていて、で、そこを通過するときに解説の効果でまっすぐ行った光が斜めに行くんですよ。解説まっすぐ行ったものを斜めに行かせる効果があるので。そっかそっか、そうですよね。その後、全反射っていうのを使ってて、わかりますかね？海の中から見たら外側が見えないとか。見えなくなるっていうね。光ファイバーとかも同じ原理なんですけど、はいはい、いいところまで曲げたら今度光が外に出ていかなくなるんです。本当なら屈折で外出ていくはずなんですけど、カン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 カーンって当たって、出先でまた解説させて目に届く。うわーこういう仕組みで実は世の中のスカウターってできていて、この部分作るのが大変なんですけど。一回受け取った光をもう一回角度変えなきゃいけないわけですよね。そうそうそう。オリオンの話に戻すと、本来のガラスだと、この角度が、屈折率が低いと弱いんですよ。だから狭い範囲の光しかコン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 って。でもこの炭化ケイ素って屈折率が高いんで、これをいっぱい曲げることができるんですよ。水よりもガラスの方が屈折率が高いと反射がよりやりやすくなるとか、そういう要素があって、ここに新しい材料を入れると、すごい視野角が広くなって嬉しいねっていうことをやったっていう。なるほど。より効率的に光を目に届けることができるっていう感じですかね。そうです。ディスプレイから出た光をフルで使えるというか。光の損失みたいなのを。なんて言えばいいんだろうな。ここ説明が難しい。虫眼鏡で見たときに、ちっちゃくしたり大きくしたりできるって話したじゃないですか。しましたね、さっきね。それをより大きくできるんですよ。っていう言い方をするといいのかな。拡大の力がもっと増えるみたいな。拡大のパワーってあんま考えたことなかったですね。日頃生活してて。そうっていうすごいやつがあるんですけど、これ試作機で、本当に作るとなると相当高いらしいという、3桁万ぐらい。3桁万 ?3 桁万と4桁万の間ぐらいみたいなの噂は聞くって感じですね。身につけられないですね。今だからメタは頑張って炭化ケイ素っていう素材を量産できるように持ってこうとしてるんじゃないかなという。素材が単純に高いんですか？素材が高い。ザッカーバーグが言ってたのは確か8割9割ぐらいのコストがここ。そうなんですか？ここだけで？今ね、いろんな HMD の最新の話を伺ったんですけれども、ひろいさんは今 HMD の幅広いいろんな技術の中で言うと、どのあたりを今やってらっしゃるんですか？スカウターみたいなことをやってるんですけど、飛び道具的なことを最近我々のチームはやり始めてまして、ここの中に全部収めるのは大変だと。メガネの中に全部収めるのが大変だっていうことで、新しい方式を考えてまして、外から目にビームを打ち込むっていうものを作り始めたっていう感じ。屋内とかであれば、周りにプロジェクターみたいなものがついていて、そこから目を狙って映像を打つと。そうすると電源も何もいらなくなるんですよね。それはそうですよね。最終的に光学系みたいなものがちょっと残るだけなんですけど、もう電源もいらないし、バッテリーもいらないし。これまでのヘッドマウントディスプレイがディスプレイだとしたら、これは映画館のスクリーンみたいな状態になるわけですよね。我々の中で考えているのは、映画館で 3D メガネ配るやつあるじゃないですか。それと同じで、美術館とか博物館とか行った時に、全員にフルの HMD つけてセットアップしてやってもらうってかなり難しいじゃないですか。その代わりにこういう投影できるビーム打つものが周りにあって、来た人は普通のメガネだけが入って渡されて見ると映像が出てくるみたいな未来ができたらすごい嬉しいんじゃないかなという話をしている。そうすると人もさばけますしね。100人とかいても理論的にはさばける。今頑張ってやっている。いろんなことをやっているところですね。理論上はできるんだろうなっていう感じはするんですけど、これ本当にいけるものなんですか？まだまだいろいろ課題はあるって感じなんですけど、一つずつステップでこなしていこうかなという話で今やっているところです。2021年の時点だと、コンセプトを出した時はヘッドセットもこれぐらいでかいみたいな。これどれぐらいのサイズなんですか？スマホを上に乗せて下に映像が出てくるみたいなやつあるじゃないですか。あれを無理やり切り取って、それを引っこ抜いてきて、代わりにここにミラーを置いて外から来るやつをここに乗せるみたいなことを。原始的。多分 300g とか 200g とかのやつかな。やっぱりこれやるからにはもっと薄くしたいじゃないですか。そうですよね。あとは頭の動きに応じてちゃんと追従するみたいなものもあるし、いろいろあるんですが、とりあえず今動くもの、でもできるものとしてはこんな感じっていうところで、2025年の3月に国際画会出したやつで、外の装置こんな感じで、で、人はこういう感じのメガネにつけて、メガネのところにこうちょっと別の光学的な何かがついていて、実際動くとこういう絵が撮れるみたいな。
ああ、なるほど。だからもう本当に精密に人の頭をトラッキングしながら、目のところにビームを今打っているって状態ですね。ここに丸ポッチが2つついてると思うんですけど、これモーションキャプチャーとかで使われる再生発射台っていう VTuber の方とかがつける、それをつけてて、ここから赤外線出してて、カメラで撮って、この位置を特定して、ずっとトラッキングしてるって状態です。これレンズ越しの映像ってことですよね。そうです。だいぶ思ってたよりもズレが少ないですね。自然に見えてる感じがしますけど。そんな感じのところまでは来てるっていう感じですね。ただやっぱりまだまだその場にピタッと止まってるみたいな感じにはできてないので、そういうところをもっともっと調整していくって感じにはなるんですが、現状これぐらいって感じですね。いやー、思ってたよりだいぶすごくやっぱりいろいろと課題があって、まずはもっと薄くしたいっていうのとか、あとは水準どうしようかみたいなところがあって、今カメラベースで撮ってるんですけど、カメラで毎回マーカーとかをトラックするのってすごい遅い。こういうのってモーショントゥーフォトンっていうんですけど、頭が動いてから映像がついてくるまでの遅れっていう、モーションからフォトンが飛んでくるまでの、この研究をしてないと使うことがない言葉ですね。そうですね。遅れっていうのがあるんですけど、それがカメラでずっと撮ってると遅いので、こういうのをうまくできないか。今、7ミリ秒あるんですけど、かなりね、短いように感じますけど。でもこんなちっちゃなところに入れてるんで、7ミリ秒でも遅れると、だいぶいっちゃうので、それを頑張って、これ自分がメインでやったんですけど、もうベタッと張り付いて。すごい！めちゃくちゃ追従してるじゃないですか。動いているものの上に光を当ててる映像なんですね。そうです。遠くからビームを飛ばして、さっきのミラーついてるやつをそのまま再利用して、ミラーでこの表面に映してるって状態なんですけど、これぐらいベタッと、これ133マイクロ秒なんで。マイクロ秒。さっきの100何十分の1ぐらい。0.133 ミリ秒なので。そうか。それぐらい小さくしたカメラで撮らずに、うまく電気的な信号を使って、全部電気信号でできるようにしたっていうので、これぐらいまでベタッと貼り付くやつが。すごい。1フレーム以下ですもんね、これで。そうですね。普通の映像のフレームレートって 60fps だと思うんですけど、1万FPS。これ FPS の話じゃないんですけど、遅れなんで。それぐらいの短さというか、そういうことですもんね、遅延として。実際にまだちょっと揺れてはいるんですけど、こんぐらいこう回しても結構背景が動いてるんですけど、ベタッと真ん中に張り付いてる。これ右で動かしてるのは HMD です。本来頭につけるはずのやつ。なるほど。それを手に持って動かしてる、手に持って動かしてて、目の位置にカメラを入れて撮ってるんですけど、目で見るとこういう風に見えるよっていう。でも最初に見せていただいたものに比べるとかなりやっぱブレは少ないように感じますよね。そうですね。これももっともっと改良していくって感じですね。今ちょっと画像が荒かったりとかいろいろあるのでっていうのがトラッキングのところで、追従みたいなことがさっきの話なんですけど、なるべく低遅延で追従させるみたいな、頑張って薄型にしようみたいな話もあって、さっきウェーブガイドっていうローハローの話をしたと思うんですけど、その時、そうですね。その時に最初に曲げて入れるみたいな話をした時の解説の現象を使っていて、さっきはまっすぐ行くものを曲げてカンカンカンって行くようにしたんですけど、逆に今度曲がってくるものをまっすぐ目に入れるようにして、目で見た時にまっすぐこっち側にあるように見せかけるっていう。光は別に真正面から飛んでくるわけじゃないではないんですけど、斜めから来たものがまっすぐに向かって入るので、見かけ的にはまっすぐ目の前にあるように見えるっていう、それを作ってこれぐらい薄くなるって感じですね。こんぐらいですよ。ガラス1枚なんで。もちろん電力とかバッテリーとか外に出してるんで、これの状態でメガネのここにこれが置いてあって、どうぞって言って渡して、こうすれば、一応はできる。もう目の前が AR 空間になる。これはもっと別の話なんですけど、普通の HMD とかって、ダサいじゃないですか。武骨というかね、デザイン的に。オリオンも頑張ってはいるんですけど、人ってメガネ買うときってデザインで買うじゃないですか。それはそうですね。こういうのってデザイン変えられるので、ここだけあれば、周りのデザインとか割合自由に設定できるので。レンズだけ確保さえしちゃえば、そうフレームは自由にってことですよね。目のところから写真撮るとめちゃくちゃちっちゃいんですけど、まだこんな感じっていうこれが2年前にやったんですけど、僕じゃなくて自分の指導教員が他の人とやったんですけど、これまだ課題があって、頭がちょっとでもずれると何も見えなくなるんですよ。この
道から目がちょっとだけ離れるともう何も見えなくなるみたいなのをうまく解決するために、今年出したやつはもうちょっと別の方式を使って頭が30度ぐらい回転しても一応動くように改善したみたいなものも作ったりしてます。こういうふうにこう徐々にこれもウェブガイドの方式で、ウェブガイドで本来ディスプレイとかがあるところにスクリーンを貼って、スクリーンから来た光を今度は就光させてやるので、スクリーンで映像が出るといろんなとこが見えるじゃないですか。直接光が来るよりも。そうですね。っていう状況にしておいて目に届けるっていうことをやっている。へー。何年か分の技術がいっぺんに僕の中に流れ込んで全く知らない世界。すごい面白いですね。まだデモ版とかではなってないんですけど、はい、一番最初にお見せしたデモにどんどん付け足されていって、どんどん良くなっていくといいねみたいな状態ですね。面白い。このタイプのね、HMD がどんどん普及すれば低コストにもなっていくし、いろんな使い方ができるし、いろんな人たちが扱えるようになることで、そこからまたアイデアがね出てきて出る可能性が、広がったりもあるだろうし、こういう屋外とかでは外に置いてないといけないので、なくはあるんですけど、ユースケースによって屋内の大人数が集まるところとかで使えるとかがあるので、そういうところを狙いつつっていう感じではあります。美術館とか、博物館であったりとかっていう感じですかね。そういう場所にこそ需要ありそうですけどね、こういうのって。Apple Vision Pro とかもビデオシースルーで外出てる人っているんですよ。建物行って外見ながら Wi-Fi で仕事するみたいな、やってるんですけど、重いし疲れるし。なるほどね。人の体に装着するものだからこその課題っていうのもあるし、そうですね。これまで AR っていうとスマホのカメラをかざして物を見たりとか、実はキャラクターが立ってるみたいなのがあったんですけど、一回カメラをかませるっていう物理的なコンテンツの距離があるじゃないですか。カメラに撮ってディスプレイで見るとか、一回スマホ通して見るとか。そう。カメラを一回通さないと向こうが見えないっていう壁みたいなものがあるじゃないですか。衝撃みたいなものが。それがどんどん薄まってきてる感じがして、普段僕がつけてるメガネに投資すれば、普通に生活してる状態で、その辺にキャラクターが立ってるみたいな状態になるわけ。立っててもいいかもしれないし、UI みたいなのがポンって出てきたりとかもしてもいいかもしれないし。バーチャルと現実の距離がどんどん縮まってる感じがしますよね。家にいて、リモコンとか取らずに、ここで調整とかできるかもしれないし。隣にミクさんが寝てるみたいな状態になるかもしれないし。夢があるじゃないですかね。そういう夢みたいな技術っていうものは、こういうちっちゃい研究とか課題とかの積み重ねでできてるわけですよね。なんとか少しずつやってるって感じです。いやー、すごい。これが VS 軽さみたいな。軽さとの戦いですね。軽さとの戦いみたいなところがあるんですけど、それとは別に大きな課題があって、スカウターって現実の光を遮蔽できないんですよ。現実より暗い光って出せない。外側から自分の目に入ってくる光を暗くすることができないです。フォトショーで言うと加算モードしかない。現実の光が全部通ってるところに上からさっきみたいなバーチャルの光くっつけてやるわけで、足し算しかできないんですよ。引き算ができなくて全部半透明みたいな感じの出てくる。全然リアルじゃない。ホロレンズとかはある程度頑張ってるんですよ。どうしてるかっていうと、ここに灰色のガラスみたいなのを前に置いて、ちょっと見やすくしてるんですよ。でもそうすると現実が見えなくなるじゃないですか。現実が見えなくなる。面白いですね。見づらくなる。そうですね。みたいなのがあって、これもすごい今、AR の HMD 業界で大きな課題の一つです。それを頑張って良くするっていうのも一つテーマとしてあって、こっちメインでいろいろやってるんですけど、間に暗くするための液晶を1個挟むんです。透過型 LCD とか呼ばれるものとかがあるんですけど、電卓の画面の7セグのところ。12345が表示される部分の。あれ後ろにバックライトとかあるんで、プラッと入って、ここに置く。普段は透明なわけですもんね、あれも。この下の図みたいな感じのやつですね。後ろが透けて見えるみたいな。他にもデジタルマイクロミラーっていうすごいめっちゃちっちゃなミラーがパタパタ動くみたいなのがあって、これプロジェクターとかによく使われてるんですけど。そうなんですね。こういうのをぶっこ抜いてきて、ここにくっつけるっていうことで、現実より暗い色出せるじゃないですか。無理やり外からの光を遮断するっていうことですよね、それによって。で、遮断して、その上に加算するっていう。一旦真っ黒に塗りつぶした後に加算すれば、左の方って現実に対してバーチャルが半透明に出てるんですけど、これ一旦周りを暗くしてあげると、こんな感じで。ここまでいきますか。
これ2003年。これが2003年。だけど解像度が荒かったり、ものすごくでかかったりとかあるんで、でかくなるんですよ。これもまた軽さの戦いなんですけど、ただでさえディスプレイ1個あるのに、もう1個ここにディスプレイくっつける。そうですよね。ダブルディスプレイなわけですもんね。映像を映すやつと映像を遮蔽するやつと、2つ入れないといけないから。これ20年ぐらい頑張ってるんですけど、最近ようやく少し実用化しつつあるんだけど、まだまだって感じなんですよ。そういうのもあるって感じなんです、ね。それに対して我々がやってるのは何かというと、さっき話したんですけど、めっちゃ明るい環境に来た時に、一旦塗りつぶして色入れんのかって話なんですよ。今のところはそれしか方法がないのかなっていう感じがしますけど。でも明るければ明るいほど、無理やり暗くしなきゃいけないし、そこに似合う明るさのものを入れるって、ものすごく効率が悪いというか、電力的にも良くないし。せっかくだから外から入ってきた光をそのまま利用したいというか。そうです。ステンドグラスみたいにしたいんですよ。光をちょっとだけ減衰させるというか、ここは赤の光だけ通すとか、ここは黄色の光だけ通すとかして、この波長の色だけ通すみたいな。なるほど。を頑張ってやって、なるべくなら外の光の力をそのまま借りて赤いステンドグラスっていうのは白い光が通った時に赤くなる。あえて RGB のうちの青と緑の部分を弾いてるから赤い光だけが通ってるんですもんね。そういう感じで一定の色だけを通過させるようにしてあとは弾くようにしたいっていうのがあって、そういうのをやっているって感じですね。これ一番最初の初期のやつなんですけど、また変更っていうのをうまく使って、この原理を説明すると長くなるんですけど、変更板にセロテープを貼って、もう一つ変更板を。その実験。やりました？やった。変更板って2つ直角でやると何も通らなくなるんですけど、セロテープ入れると色がついて見える。やりました。を使ってます。これね、見てる人の中にもやったことある人いると思う。テープを何枚か重ねると、全然違う色が。変わる。万華鏡みたいになりますみたいなのあるじゃないですか。それなんで。マジっすか？液晶を使ってるんですけど、セロテープが色をつく理由って、分子がこっちの方向に並んでるみたいなのがあって、ここに光が入るときに、分子の向きによって屈折率が変わるんですよ。それをうまく使ってやると色が出るみたいな。多分3割ぐらい分かった。厚さと粒々の向きによって色が変わるんですけど、それを電気的にちゃんと制御してあげると、一つ一つの画素で違う色が出るようになるっていうのをうまく使って、こういうのが出せるように、外からは何も見えないんですけど、色がついてる何かが出るようになるみたいな。原理的にはそれってステンドグラスですよね。みたいな感じで、ものすごい眩しいところでも、今度は逆にその眩しさを利用して絵が出せるようになるっていうことをやっていって、これも6年前なんですけど、自分が去年出したやつはもうここまで来たって感じですね。おー、すごい。この後ろのロボティクスみたいな書いてあるのって現実なんですけど、これに対してこれぐらいの色とか、もうはっきり色の違い分かりますね。あとはこう明るさみたいなのも制御できるようになって、で、実際見ると、ちょっとこれ、赤くなってるのは、人の目で見るとこう見えないんですけど、すごい高速にいろんな映像を出してるんで、カメラで撮るとリフレッシュレートが合わなくて赤くなっちゃうんですよね。すごい高速にいろんな色を出してやっていることで、こういう風に。背景の映像がどんな色であっても、狙った色にちゃんと見えるっていうことですよね、これがね。ちょっと今画角すごい狭いんですけど、手とかがあったらこういう風にこう透けて見えるよみたいな。こんな感じで全体を青くしたり黄色くしたりするそういうフィルターを変更で作って、そことめちゃくちゃ高速に動くディスプレイ、さっきの DMD ってやつ使ってるんですけど、これめちゃくちゃ早く制御できるので、それをうまく同期させて、例えば青を通したいところは青を通すとか、こう左上見ると分かるんですけど、暗い時は全部暗くするとか、それを色によって全部重ねるんですよね。すごいですね。これをめちゃくちゃ速いスピードでやってるので、すごい。でこれだんだん露光を上げていくと、全ての色が混ざってきて、人の目にはこう見えるっていう。すごい。っていう感じのものを作って、これもステンドグラスの延長線上ですね。この色の時だけこれを通すみたいなのをうまく制御してやることによって、最終的にこう重なって見えて、多重に見えて、で目に届く時はこの色になる。そう。すごいな。っていうのを作ったって感じですね。
これ色減算型って書いてあるんですけど、さっき加算型だったじゃないですか。普通のスカウターって加算型なんですけど、それとは逆の引き算ができるものを作るよっていう感じですね。引き算ができれば全部真っ黒にしなくても、現実では暗い色はこれでやればいいし、ちょっとだけ明るくしたんだったらそこから足せばいいし、みたいな。加算だけとか減算だけではなくて、組み合わせることで豊かな表現ができるようになるっていうことですよね。効率もいいみたいなことをやろうとしてるって感じです。これは現実の光をいかに遮蔽するかみたいなところの戦いをずっとやってるって感じですね。そんな感じでなるべくスカウターの映像表現というか、そういうのをどんどん良くしていこうみたいな話を、なるべく薄く人に負担がかからずっていう形で、なるべく小さくっていうのをずっとやってるって感じですね。AR をやるときにメガネに UI とかを載せたい場合は加算とかなのかなって感じがするし、目の前に物が本当にあるように見せるんだったら減算とかかなっていう感じがするし、ミックさんが半透明に映っててもう霊体みたいになっちゃうから実体があるように見せるには減算型の力をちょっと借りないといけないっていう感じなんですよね。あと一番最初のところにもあったんですけど、どっちが手前でどっちが奥にあるかが表現できるんですよ。この手のところとか見ると分かるんですけど、本当は手を前に置きたいのに光が減算できないから、レンズ自体は自分の目の前にあって対象の物体との間にあることになるから、もうまさにその通りで、そういうこと例えばここだけ暗くして、この残りの分は加算するみたいなことをすると、現実とバーチャルのものの奥行きをちゃんと再現することもできるって感じです、そっちの方が重要まであるかもしれない。現実とバーチャルなコンテンツの境目がどんどんなくなっていって、現実と見分けのつかないものがここにあったら楽しい、絶対楽しいこれまでに登場することもなかった新しいジャンルのゲームとかがね出るかもしれないし、ポケモン GO とかもね、まあそうですよね。スマホとかで AR モードってついてるじゃないですか。それが本当にいるように見えたら楽しいですよね。そうですよね。他にも産業とか医療とかそういうところにも、どんどん広がっていくんじゃないかなという気はしてるってところですね。現実にあるものに対しての注釈を加えたりっていうことができるわけですもんね。例えばここを開けばいいとか、AED とかでね、この順番で押してくださいみたいな番号が表示されたりとか、手順が表示されたりとかっていう、AED の中にヘッドマウントディスプレイが入っててっていう未来もあるかもしれないし、手順書とかが全部ここで代替される世界が来るかもしれない。いろいろ想像が広がりますね。っていうのを頑張ってるって感じです。なるほどなぁ。あとは、これもめちゃくちゃ薄くしたいんですよ。まだまだ全然実験段階なんですけど、遮蔽もすごい薄くしたい、マスクも薄くしたいので、何をやるかっていうと、紫外線を浴びると黒くなるサングラスってあるじゃないですか。ありますね。それまでは普通のメガネみたいだけど、紫外線を感知してサングラスになってるみたいな。紫外線のプロジェクターを作って、そこに映像を投影する。なるほど。そこだけサングラスにするんですね。例えばここに VR って書いてあると思うんですけど、そうすると、一般的なジンズとかゾフとかで売ってるような、これをペッと持ってきてできる可能性がある。ただ、UV って結構人の目的にはあれなので、どうするのかみたいな話も含めてなんですけど、これすごい推しなんですよ。なぜかというと、今まで遮蔽マスクって2ついろいろ組み合わせて何とかしなきゃいけないみたいなことがあったんですけど、これってある種負の光を出してることと同じなんですよ。加算の光と一緒にプロジェクターで紫外線を出してて、それが暗くなるから、ある種マイナスの光を出してるみたいなのと同じ現象が発生してるんですよ。ってことは、面倒なこと全部抜きにして、今までの加算系の ARHME と同じものが全部使える。面倒なこと何にも考えなくていい。遮蔽マスクがどうだとか、その位置合わせがどうだとか、何も考える必要がなく、普通の RGB に紫外線を入れて出せばいいだけなので、すごい嬉しいんですけど、これもまだまだ一番難しいのが、目の危なさもあるんですけど、フレームレートですよね。あの手のサングラスってゆっくり黒くなって、どうするんだみたいな話もしたりとか、これも本当に初期の初期って感じですね。なるほど。すごい。それはすごいみたいな感じで思ってたのが、また別の対抗馬みたいなのが次々現れてっていう、流れが早いですよね、すごく。これも、例えば UV じゃなくて、赤外線とかに反応するフォトクロミックとかが出たり、めちゃくちゃ早く動くフォトクロミックとかの材料とかが出たら、もしかしたら使えるようになるかもしれないとか想像はしつつ、条件に当てはまる物質が見つかるかどうかっていうところですよね。ここからはなんかそういう未来が来るように今歯を研いでいる。いやーすごいですね。どの形が最終的になるかわかんない。ね、わかんないですけど、こういうのってもうずっといろんなものがボンボン出てきて、とりあえず今商用になってるのがオリオンみたいな形になってる。今後のヘッドマウントディスプレイのニュースが楽しみになってきました。
ひろいさんからね、いろんな話伺ってきましたけれども、ひろいさんの論文をまとめたサイトがね、今公開されてるじゃないですか、GitHub で。それもちょっと見させていただいたんですけど、その中にクロマゲイザーっていう論文があったじゃないですか。あれがちょっと気になったんですけど、話伺っていいですか？クロマゲイザーっていうのがうまく視線を誘導させるみたいな。視線を誘導するって結構あらゆる映像コンテンツとか VR コンテンツが作ってる人に対して、イラストとか動画とかでも視線誘導っていうこともよく出てきますもんね。ゲームもそうですよね。ゲームもそうですね。っていうことがあるんですけど、特に AR とかの文脈で言うと、このハイパーリアリティっていう映像めちゃくちゃ面白いんですけど、近未来で AR とかが発達した時にこのようにものすごい情報が氾濫して現実が何も見えなくなるっていうここに映ってる人の発言とかを映してくれたりとか、広告とか交通情報とかもう全部映って何も見えなくなるっていうなんか皮肉の映像なんですけど、こういうの良くないよねっていう話で、なるべくなら車があった時カーとか矢印とか出るんじゃなくて、ここにカーがあるよみたいなのをハッと気づかせてくれるみたいな、ここで認知負荷を抑えるって書いてあるんですけど、なるべくこの状態にしたくないんですよ。ハイパーリアリティみたいな、あらゆるものがバーッとあって認知負荷が高いなみたいなものを抑えたいっていう、こういうのを認知負荷っていうわけですね。そうですね。目の前に何かがガッと現れたりとか、音がビンビン鳴ったりとかっていうことですよね。負荷が大きいをなるべく抑えたいっていうことをやっていて、最近我々がやってるのが色振動っていう現象を用いようとしていて、色振動って何かというと2つの色が交互に繰り返して出て、これが一定のフレームレートを超えると、その2つの間の、例えば今青と黄色が交互に出てるんですけど、それがどんどん早くなると人の目には灰色に見えるっていうこれ誇張してるんですけど、そういうのを使おうとしてると、これディスプレイにカメラをかざした時に、人間の目では白とか灰色とかに見えるけれども、さっき見たようにカメラってリフレッシュレートというかタイミングがちょっと違うじゃないですか。ずっと一つの流れとして読み込んでるわけじゃなくて、区画で区切って読み込んでるわけですよね。撮ると人間の目では灰色に見えるのに、カメラだと QR コードが見えるみたいな、そういうのに応用しようとしてるみたいな研究が多かったんですけど、この間を微妙に振幅みたいなものを調整すると、灰色に見えるけど、なんかそこに吸い寄せられるなみたいな、作れないかなみたいなことをやっているって感じです。わからんけど勝手に目がいっちゃう灰色を作ることができるってことですね、これによって。なので2つの色を振動させて、間の中間の灰色の状態を作るんですけど、2つの色がどれぐらい離れてるとチカチカするって感じるかとか、これだけしか離れてないと何も感じないとか、そういうのの間を実験的にいろんな人に試してもらって、それを使っていいところの振幅というか、ちょうどいい揺れ具合みたいなものを調べた上で、それを使って視線を誘導しようというので、ウォーリーを探せをやらせたんですよ。面白そう。何にもガイダンスがない状態と、あと明確に丸がある状態みたいなのと、こっからがクロマゲーザーと呼ばれる手法なんですけど、こういう感じで、今動画なんでもちろんちょっと誇張してるというか、わかりやすくカメラで撮ってるみたいな話なんですけど、こういう感じでどこかのポイントがチカチカチカってなってるんですよ。人間の目には見えるかなと思うんですけど、動画で撮ってるので、実際に速いフレームレートで提示すると灰色に見える。灰色に見えるけれども、その周辺を見てるときにちょっとふわっと吸い込まれるみたいなのを作って、これが我々が実験的に見つけた、ここら辺が割とベストなあたりっていう話なんですけど、どうですか？これ今そうなってるんですか？真ん中がチカチカしてる。なるほど。言われれば確かにチカチカしてるかなっていう感じはするけど、でもなんか確かに違和感はないんだけど、ちょっと吸い込まれますね。もちろんディスプレイの特性とかもあるので、これ HMD でやっていて VR の、そこにチューニングしてるんですが、こういう感じで見てほしい点をチカチカチカってさせていて、それをアイトラッカーとかで今どこ見てるんですか調べて、何もない状態とチカチカしてる状態でどれだけ早く対象物を見つけられるか実験をして、こういう風にやると明示的な丸をつけてるのってもう目立つじゃないですか。それこそハイパーリアリティの世界で何もないと見えないみたいなところの間である程度自然に見えるけれども、ちゃんと目がいくねっていうのがアイトラッカーの結果からも取れたし、アンケートからも取れたみたいな。統計的にも目は吸い込まれていると、そっちに。そう。ここまではっきりと吸い込まれないけど、時間をかけてこっちに行くみたいなことができるようになったっていうのを確認したって感じですね。ゲーム的な話になると、こういうのを使えば360度動画とかって普通の映像と違ってどこ見ればいいかってわからないじゃないですか、コンテンツとして。そういうのを見越して映像を作ったりとかしてると思うんですけど、そういうところにこういうのを埋め込めると、ここら辺見ればいいんだなみたいなのが分かったりとか、あとは今メタバースの会社にいますけど、VR の空間の中でここ注目してねって言った時に矢印がボンって置かれるのと、ここら辺が
ちょっと動いてるのとだと見栄えというか、が違って注目してほしいところに目が行くことができるのかなとか、そういうことを探しているっていうところですね。ゲームとかで言うと UI であったりとかレベルデザインっていうステージを作るそうですね、時とかにどうしても対象のものを分かりやすく置いたりとかっていうのがあって、自分が今パッと思いついたのだとミラーズエッジっていうゲームがあって、都市の中をパルクールで駆け抜けるゲームなんですけど、パルクールめちゃくちゃ都市が広いんで次どこに行ったらいいか分かんないんですよ。登るべきはしごとかあるいは道筋に必ず赤いものが置いてあるっていう、赤いのを辿っていけばゴールまで行けるよっていう配慮がされてるんですけど、もしかしたらこの技術を使えばもう本当にそういったものもない自然な街の中でパルクールを走りきれるかもしれないって考えると、それはすごいなってちょっと思うんですよね。やっぱり発想としてなるべくコンテンツと見た目を変えたくないんですよ。映像とか作ってる時に VR 空間でもそうですけど、ここにこれがあるよみたいな見た目のものがボンって出るのって当初の設計からちょっと外れてるじゃないですか。それをなるべく自然の形で保ちながら人の誘導とか視線の誘導とかはやりたいっていうところがあって、明確に物が置かなくても空間の誘導とかもできるかもしれないですね。特別に異質なものが置いてあるわけではない、世界観が壊れてないながら進むべき道がわかるっていうね、これは非常に可能性を感じますね。これまで職人技だったわけですよね。人の目を引くにはどうしたらいいかっていうのは自分も映像とか作っててわかるんですけど、ここに歌詞を置くとか、ここに目立つものを置いて周りを白くしておいてみたいな、うんぬんかんぬんみたいなものを操れる可能性がある。これはすごい使い道が広そうですよね。ヘッドマウントディスプレイ以外でも使える技術っていうことですよね。そうですね。これヘッドマウントディスプレイでやった動画持ってきてるんですけど、それの1個前に普通のディスプレイでやったのがあって、今日は HMD の話をしていたので、HMD のネタで持ってきてるって感じですね。ただ、まだ全然検証段階というか、まだまだやることがあって、不思議に思いませんでした。これモノクロなの？もしかして。まだね、色に対応できてない。色ってめちゃくちゃ難しいんですよ。青と黄色ぐらいしかないっていうことですか？というより、青と黄色を使って、今出せる色が灰色しかない。しかないんですね。灰色でしか検証してないんですよ。青と黄色は選んでるんですけど、出せる色をまだモノクロに限定してるんですね。なぜかというと、色に対する人の知覚って本当に様々で、人の色覚ってそれぞれ異なるじゃないですか。とか、老化、年齢ですとか、物の見え方自体が変わっちゃってるっていうことですね、人によって。そういうところにどう合わせるのかっていう話があって、これは色の振動をうまく使ってるんですけど、明滅もめちゃくちゃ早くやると気づかなくなるんですよね。明滅はだいたい 60Hz とか超えると気づかないんで、でも 60Hz で黒白黒白出すんで、120Hz のディスプレイが必要になるんですよね、最低でも。だから HMD とかに使えなくて、色なら 25Hz ぐらいで融合するので使えるっていうのがメリットなんですけど、それは置いておいて、明滅に対する人間の知覚がどう変わるかみたいなのをちゃんと調べた論文があって、お酒をちょっと飲むとより明滅を感じやすくなる。しかしアルコール純摂取量で 120ml とかなんかそれぐらい超えると途端に見えなくなると、それもうただの酔いすぎやんけみたいな。感覚が敏感になるタイミングがあるんですね。だから体調とかもあるし、さっきの明滅の話ですけど、もちろん色ってもっと多様なので、に対してガイダンスをできるかっていうのは今すごい考えてるところです。なるほどね。ここでアプリケーションシナリオって書いてあるんですけど、これちゃんとカラーの画像出してるんですけど、これは未来像なんです。今後こうなってほしい。こうなってほしい。こうなるためのブレ幅のチューニングとか、個人にどう適用するのかみたいなのは今後やっていきたいなみたいなところですね。なるほど。面白いものはできているので、さっきのビーミングディスプレイと同じでどんどん適用範囲を上げていくっていう。人間のバグっぽいですよね。そう、人間のバグをつけたいんですよ。時代によって発見できるバグの限界ってあるじゃないですか。今、これを発見できる時代なんだと思うんですよ。そうなんです。もしかしたらこれが利用できるかもしれないって意味で言うと、人間の持ってる機能がどんどん拡張されてってる感じもあるじゃないですか。それまで人間にはできなかったことをクロマゲイザーが引き出してきてるっていう。でも逆に人間もどんどん適用していくので、そのうち見えなくなったりとかするかもしれない。我々の中で言ってるのは、昔ってそれこそ1960年、70年代って、ブラウン管のテレビで見てたものが現実だと思ってたんですよ。昔は夢が白黒だったみたいな話しますよね。解像度荒いやつでみんなその場にいるっていう気持ちでいて応援とかしてたわけじゃないですか。そう考えると今すごいどんどん人間の視覚が贅沢になっているので、もしかしたら今こういうのを使ってどんどん実装してるかもしれないけど、どんどん人間の目がゴージャスになっていくというか、目が超えていく可能性はあるかもしれない。人間の視覚とか思考であったりとか気づかずに動かすことができるっていうのはかなり可能性を感じますよね。ただそれって賛否というか、いいところと悪いところもあるんですけど、こういう研究って何ができるかを突き詰め
めていく話なので、うん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 こういうことができるっていうのが分かったら次そういうこと考えられるんですよね。はいはいはい。こういうことはできるかもしれないし、こういうことをやってはいけないよねみたいな、今の AI の話とかも近いですよね。今ちょっと AI は速度が速すぎる、そういう議論が全部追いついてない気がするけど、まず技術というものをどんどん研究して何ができるんだろう、こういうこともできるんじゃないかなっていうのを突き詰めていく中で、それをどう利用するのかっていう人道的な話とかにも波及していくと思うので、ようやく。今はこの技術はすっぱだかな状態なわけですよね。そうですね。でもこれはこれでやっぱ夢があると思うんですよね。なのでちょっと頑張っていこうかなという。この後どうなっていくのかもワクワク指導してありがとうございます。今日は本当に貴重なお話をありがとうありがとうごございました。ざいました。こちらこそとても楽しかったです。いっぱい喋っちゃっても。はい。最後に何かお知らせなどございますでしょうか？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？せっかくなんで、今回この動画を見ている方ですね、今回の話にもうちょっと深い話を知りたい方とか興味ある方いらっしゃると思いますので、概要欄の方にですね、ひろいさんの研究内容をまとめたサイトを掲載しておこうかなと思いますので、もしよかったらそちらもですね、合わせて見ていただければと思います。研究職の人にね、直接お話を聞く機会ってなかなかないので、大変貴重な経験になりました。ひろいさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方など、ゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かった場合は、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。また、こんなテーマの話を聞いてみたいなど、リクエストもございましたらコメント欄にお願いします。ではまた次回をお楽しみに。さようなら。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。